ここは JR 横須賀線の終点、久里浜駅です。今回は朝と夜に横須賀線の列車が織りなす変わった光景をご紹介します。この駅は横須賀線の終点である一方、湘南新宿ラインの列車は手前の逗子駅で折り返すほか、逗子から久里浜までの区間運転の列車もあるため、本数は少なくなります。そのような路線で見られる光景とは一体何でしょうか。時刻は午前3時50分。改札の照明はまだ点灯していませんが、発車案内表示器の電源はすでに入っており、始発が発車する30分以上前に、残りの照明も点灯します。この駅、都心部からの下り列車だと、始発でも案外時間がかかります。そのため、京急線の横須賀中央駅の近くに宿泊し、朝一で到着です。周りはだいぶ明るくなってきましたが、人気は少ないまま。日中の上り列車は毎時3本と、近くにある京急久里浜駅の半分にとどまり、都心まで直通する列車はより少ないこともあり、乗降客数は京急の3分の1未満と、大きく水をあけられています。そして京急は久里浜から5駅先の三崎口まで線路が伸び、観光路線としての役割もあるのに対し、JR は久里浜が終点。沿線には鎌倉や逗子があるものの、久里浜までの乗客は少なくなります。車内もガラガラで、この辺りの区間では京急に差をつけられている JR ですが、久里浜駅のホームの西側に電留線を備え、最大で11両編成9本を留置することができます。久里浜駅始発、終着の列車のうち、朝と夜の何本かは、駅の西側にあるこの電留線から出入りしています。駅の真横にある電留線とホームの間を、どうやって行き来するのでしょうか。この電留線の北側は、すべて行き止まりです。左側の線路は、工事用車両が止め置かれている区画とつながっている線路で、駅の北側で本線と合流、電留線とはつながっていません。ちなみに横須賀線は、2駅先の横須賀駅まで単線です。北に線路がないということは、そう、駅の南側に引き上げ線があり、電留線とホームを行き来する列車は、ここで折り返すのです。この引き上げ線の途中には踏切があり、入れ替えの間、北側にあるこちらの踏切は閉まりっぱなしになります。では、南側にあるこちらの踏切はどうなるのでしょうか。久里浜駅から歩いて5分ほど南側の踏切に到着です。この踏切の名前は八幡第二踏切。警報器も遮断機もない小さな踏切で第4種踏切と呼ばれるものです。横須賀線の第4種踏切では、逗子駅の東側にある山の根踏切の動画もありますので、ぜひ見てくださいね。看板に書かれている距離は、横須賀線が東海道線から分かれる大船駅を起点としたものです。踏切のすぐ横には車止めがあり、踏切の部分のレールはすっかり錆びついています。列車はこの踏切の手前で折り返すため、入れ替えの間も塞がることはありません。右側に映っているのが停車位置目標で、その脇には乗務員が列車への乗り降りに用いる昇降台があります。その脇を見ると、線路の錆びがここで取れているのがわかります。車両の先頭部はもちろんこれより手前に来るので、踏切のすぐそこまで迫ってきそうな感じです。久里浜駅の方を見ると、北側にある踏切を車が横切るところを見ることができ、さらに遠くでは線路が2カ所分岐しています。手前が電留線への分岐。奥が1番線と2番線の分岐です。踏切の横の高架線を京急の列車が通ります。京急の線路も単線ですが、あちらは営業列車も通り、高架ということもあって雰囲気が全く違います。久里浜駅の方から出庫する列車がやってきました。最近、E235 系1000番台の増備で数を減らしてきた E217 系です。引き上げ線を車体を揺らしながらゆっくりと走ってきます。踏切の手前で止まるとはいえ、八幡第二踏切には警報器も遮断機もなく、低速で走る列車の音もほとんど聞こえません。先頭部の窓に映り込む家の影からも、窮屈な場所であることが伺えます。横の高架を走る京急の音の方が、より大きく響きます。その音が収まるくらいのタイミングで、列車はブレーキをかけます。線路脇の木の枝に車体が触れる音なども至近距離で聞こえてきます。
ライトが切り替わり、運転士が先頭車両から最後尾に移ります。線路脇のスペースが狭いこともあり、基本的に車外に出て移動することはなく、車内を移動します。横須賀線では11両と4両をつなげた15両で運行する列車もありますが、久里浜駅では4両か11両のため、連結面を行き来できなくても、車外に出ずに移動できます。ただし、11両の場合は全長220メートル、間には2階建てのグリーン車2両もあるため、移動には時間がかかります。なお、列車によっては両方の先頭車に運転士が乗っていて、折り返し時間を短縮することもあります。およそ4分後、ゆっくりとホームへ引き上げていきます。入れ替えということもあり、入線してきた時と同じくらいの低速で走り去ります。入れ替えの間中、ずっと閉まっていた踏切が開きました。あの踏切は久里浜駅の周辺で最も大きな踏切で、車が迂回できる踏切も限られるため、特に平日はかなりの混雑になります。続いて、E235 系1000番台もやってきました。この動画を撮影した日のつい数日前に営業運転入りしたばかりの F11 編成です。踏切の真横に迫るスカレンジは、なかなかの迫力ですね。折り返しに時間はかけられないので、乗務員はテキパキと支度し、ライトが切り替わります。行き先表示器なども一瞬消えるのが面白いですね。この列車の場合、両方の先頭車に運転士が乗っているので、列車はすぐに動き出します。そして、先ほどの地図でもご紹介した、もう一箇所の踏切にやってきました。この踏切の名前は、八幡第一踏切。こちらは、踏切の名称が漢数字になっています。先ほどの踏切とは違い、片側2車線の道路を横切ります。列車は入れ替えの時にこの踏切を通過するため、警報機と遮断機も設置されています。折り返し時に乗務員が車両を移る列車の場合、踏切の遮断時間も長いため、ここからなら大小至近距離で観察し放題です。入れ替えの間中踏切はずっと閉まっているので、車や歩行者が足止めされ、先ほどの八幡第二踏切を迂回した方が早いこともあります。ちょうどそのタイミングで、列車が動き出します。ゆるゆるとした走りの後で遮断機が開き、足止めされていた車や歩行者が横断し始めます。朝の列車がなくなったところで、引き上げ線の終端へとやってきました。線路は八幡第二踏切から先も100メートルほど続いており、終端にはもう1台の車止めがあります。八幡第二踏切よりも南側は列車が通らないため、草が伸び放題になっています。ところでこの引き上げ線、左右の住宅が不自然に細長く、昔はもっと多くの線路があったように見えます。それは、この場所だけではありません。久里浜駅周辺の1946年2月撮影の空中写真がこちらです。京急が久里浜から先に延伸したのは1963年で、当時はまだ終端駅だった一方、横須賀線にはすでに長いホームが姿を見せています。横須賀線久里浜駅の開業は1944年4月。京急の駅が42年12月に開業したのに比べて遅れを取りましたが、戦時中の港湾拠点ということもあり、それなりの規格の施設があったようです。当時は電留線は今より少なかった一方、序盤のカットでご紹介した駅西側の電留線の横にある線路は、さらに南に伸びていました。この写真からでは判別できませんが、かつては引き上げ線の両隣も線路があり、駅西側の施設との行き来に使われていたようです。駅のさらに西側には、全く別の線路もありました。駅の手前で西側にそれて工場につながる線路や、南側へ回り込んだ後で海側の軍事工場へつながる線路など、軍事拠点らしい線路もあったのです。これらの線路は後に役目を終えて廃止され、道路に転用された場所や、そのまま空き地になっている場所もあります。残っている線路にも線形が変わっているところもあり、駅のそばにある土地にはマンションも建っています。駅の南側をズームすると、元の鉄道用地の境目がどこなのかがわかりますね。久里浜駅に戻ってきました。おはようございます。かつては駅舎とベタ付きになっていたであろうホームもありますが、ご紹介するのはこの反対側。先ほどお話しした電留線の西側のスペースです。
ここには、横浜支所の総合訓練センターがあります。209系を改造した訓練用車両や、総延長およそ450メートルの訓練線があり、訓練用の設備があります。横浜支所のポスターにも、ここで撮影されたものがあるようです。場面は夜に変わります。おぼろ月夜の下に佇む踏切は、昼間とはまた違った雰囲気です。警報機も遮断機もない踏切で、点滅する標識が存在感を主張しています。八幡第一踏切が鳴り始め、E217 系の姿が見えてきました。この列車は久里浜駅が終着で、これから電流線に引き上げる列車なので、奥の線路からやってきます。昼間だとわかりませんが、夜は八幡第一踏切に照明が当てられているため、踏切を通過するときに一瞬だけ先頭部が明るく照らされます。踏切の明かりに照らされる車両の外観は、少し疲れているようにも見えます。非常に静かなので、車両のブレーキ音だけでなく、線路がきしむ音まで聞こえます。夜の闇の中、静かに近づいてくる車両に出くわしたら、心臓が止まりそうですね。そして、昼間と同じく、ゆっくりと電流線へと引き上げていきます。この動画を撮影したとき、後継となる E235 系1000番台は、11編成が運用入りしていました。夜の踏切に迫るスカレンジのカットは取れませんでしたが、もちろん夜に見かけることも増えてきました。E217 系の活躍が見られるのも、そう長くはないのかもしれません。